よし、ちょっとプレオーダーしてみるか。色迷うよね。そう見た時にやっぱオレンジ惹かれるな。はい、おはようございます。まちです。本日もご視聴ありがとうございます。皆さん知ってますか？超大人気だったコダックのフィルムカメラ、コダックエクタ H35 あるじゃないですか。今日一応現物持ってきたんですけど、これなんだけどさ、まさかのこいつの新作が発表された。で、その発表された詳細を見てみたら、これはちょっとね、買わずにはいられないなっていう機能が盛りだくさんなんで、ちょっと今日はそれについて解説と紹介をしたいと思うので、ぜひ、最後までよろしくお願いします。というわけで、コダックエクタ H35 の新作、これ名前がコダックエクタ H35M っていう名前らしくて、これね、自分がコダックのインスタをフォローしてるんだけど、そのインスタのストーリーで急に流れてきて、動画でで発表ですみたいな感じで、英語だからあんまりよく分かんなかったんだけど発表された。でこのコダックエクタ H35M、 このカメラがちょっとどんなカメラかっていうのを解説しようと思うんだけど、まず、初めに言いたいのは、今までのこのコダックエクタ H35、 こいつの完全上位互換です。これはもうレベルアップしすぎ。まずカラー展開が6色かな。でメタリックなんだよね。めっちゃかっこいい。なんか今まではこうマットな質感だったんだけど、完全メタリックに寄せてきてて、なんかよりレトロ風味な、ちょっとこうなんていうの、80年代ポップスみたいななんかそんなデザインになってるから、好きな人は好きだろうね。自分はこういうの大好きです。で色味も今まではこうおしゃれみたいな感じの方に振ってた気がするんだけど、今回は結構ねビビッドな感じで、ピンク、メタリックピンクとかで、メタリックオレンジ、メタリックブルーで、あとストライプ系で緑、青、緑、黒、シルバーみたいな感じで6色で、これは色迷うねもうちょっと買う前提で話してるんですけど、これは迷うわ。ちょっと皆さんお気に入りというか、自分だったらこれみたいな色、ぜひコメントで何でもいいんで書いてください。ちょっと参考にさせてもらいます。何が人気なのかとかも知りたいしね。であと機能ね、そもそものベース、ハーフサイズフィルムカメラっていうの、ここに関しては変わってない。で、そのレベルアップした点全部紹介しましょう。自分この中の一つでもうこれがついてるからマジで絶対買うっていう思った点が1個あるんですけど、それはお楽しみにで、じゃあまず簡単なところからいきますね。そもそものこのレベルアップなんで、まずレンズは良くなってる。なんかガラスレンズ、なんとかガラスレンズみたいな感じ、いいコーティングがされてるレンズに進化したらしい。だから写りも綺麗ですよっていう感じでした。と、これ知ってる？これワイヤーレリーズっていうんだけど、このワイヤーでつなげて、この遠隔で、ちょっとした遠隔でシャッターが切れるっていう、新機能がつきました。でこのワイヤー自体が、このね本体買ったらついてくるのかちょっと分かんないんだけど、そういう機能がある。このワイヤーレリーズ使うと、今まではねシャッターポシャって押したらもう本当に決められたシャッタースピードでパンって撮るだけだったけど、ワイヤーレリーズ使うと、長時間露光ができるっていう感じだったかな。だからそういうバルブ機能みたいのにも対応してるってことだね。でもう一個これね、意外と大きいなと思ったのが、三脚穴がついたらしいです。でこれ自分が持ってるさ、この H35、 こいつ見てみて、ついてなかったかなと思って確認したらついてなかったわ、昔のタイプには。だからそのワイヤーレリーズの長時間シャッターに対応したから三脚つけて撮影できるようにしたと思うんだけど、これやっぱついてると何かと便利だと思うんでいいと思います。そしてですよ、この最後のもう一つ、これがとにかく大目玉。もう俺はこれを見た瞬間に買おうと思いましたね。これが何かというと、スターフィルター、クロスフィルターとも言うと思うんですけど、これ何か知ってます？このフィルターをこのレンズの前にスイッチがついてるっぽくて、このスイッチでフィルターをオンオフできるんだけど、このフィルターを入れると、例えば強い光とか風景にある街灯とかを撮るとするじゃん。でそうするとその街灯の光がこう
X みたいな光が X みたいな感じになるの。とにかくこの写真の中の強い光がこう線上に綺麗にこうラインとして入るから、いやこれのね入った写真ねマジでエモいよインスタのそのコダックさんのインスタにいろいろ写真が載ってたんですけど、参考でマジでやばい。だからその長時間露光とかと合わせてこう夜景とか撮ると半端ないね、スターフィルター入れた写真は。いやもうこれがねもう本当に撮りたくてだからちょっともう絶対に買おうと思ってます。でこのなんで自分がこんなスターフィルターに心を奪われてるかっていうと、ちょうどインスタのショート動画でなんかこの外人さんが本当に一眼レフ、富士かなんかの一眼レフにこうスターフィルターみたいな感じで、クロスフィルターみたいな感じでこれつけるとめっちゃ綺麗な映像写真撮れるぜみたいな感じのやつを出してたので、それを見てうわスターフィルターやばと思って、これ欲しいと思って Amazon で実はカートにまで入れてたんだよね検索してこれもう絶対買うぞと思って、まあそこそこいい値段するんだけど、それもでまだとりあえず買わずに取っといた矢先コダック H35M がなんとスターフィルター搭載みたいな。これはもう一旦だからそっちは削除して後で買うに入れといてもうこれだなと思って、もうタイミングもバッチリすぎると思ったんで、もうスターフィルターに今心を奪われております。とりあえずまあこんな感じがこの H35M の進化ですね。これ欲しくなるでしょ。これやばくないちょっとあとは色なんだよね。値段的には69ドルって書いてあったかな。販売サイト一応概要欄に貼ってあるんで、あとそのコダックレトロカメラなんだっけな、そのインスタのコダックさんのインスタ、そのフィルムのを取り上げてるインスタも概要欄に貼ってあるので、ちょっとそこからぜひ詳細は見てみてください。69ドルだった気がするんだよね。日本円にするといくらぐらい、7000円ちょいぐらい、もうちょっと7000円後半ぐらいかなになると思います。9月末ぐらいの発売というか到着とかだった気がしますね。ちょっと詳細はぜひチェックしてみてください。あとちょっともう一個だけ最後聞いて、コダックさんのインスタの中でストーリーで上がってたんだけど、このフィルムカメラとかカメラ系をなんか紹介してるアカウントインフルエンサーさんになんか先行レビューみたいなのをしてて、こうお渡ししてたっぽくて、これ俺ちょっとさせてくれないかなってちょっと思ってて、なんでちょっとそのコダックさんのインスタのアカウントにこっそり DM をしてみようと思うのでいやこれマジでまあちょっとダメ元でね、ちょっともしうまくいったらと思う、先行レビューできたらめっちゃ嬉しいなっていうのをちょっとねこの裏側で思ってるので、ちょっとぜひその辺の速報も含めてまた動画にしたいと思うので、これ先行レビューできたらマジやばいからね、ぜひチャンネル登録して待っててください。よし、ちょっとプレオーダーしてみるか。今これコダックフィルムレトロっていうインスタのアカウントがあるんですけど、ここでねストーリーとかでいろいろ情報が出てたから、でこのリンクからいけるらしい。一番上のショップで英語のサイトが出てくるんですけど、プレオーダー Now。 これうわー色迷うよね。さっきちらっと色全部見てみたんだけど、まあオレンジか青かな。いやーなんかいつもの感じだったら自分の好きな色としてはこのオレンジ系ここに行くんだけど、あえての青っていうのもちょっと捨てがたいよな。どうしよう。はい、こんな感じね。このシルバーもかっこいいけどね、2つ欲しい。この派手な色1個とシルバー系のこのシックな色1個欲しい。2つは無理だな。ちなみに 64.9 ドルって書いてあるわ。まあオレンジかな。ちょっとオレンジ見てみる。うわかわいい。もうここのコダックのさホームページがオレンジだから、このオレンジがちょっとよく見えるよね。皆さんの好きな色をちょっと教えて、コメントで書いてください。なんかどれが人気なのかとか知りたい。なんか全部いい色だからさ、全く分かんないどこが人気になるのか。
マジで迷うな。まあでもこう見た時にやっぱオレンジ惹かれるな。オレンジだな。オレンジでいきます。これカートに入れたらいいのかな。ちょっと翻訳してみてみるか。発送予定は9月末ぐらいだって1ヶ月、今月の末ぐらいには来る感じだ。オレンジ、よし、オレンジにしました。プレイオーダーします。ありがとう。マジで迷うけど、まあオレンジ。お疲れ様。